私は30歳の頃、すでにはっきりとした惚れ線があり、そのことをとても気にしていました。そして50歳になった今、私の惚れ線は毎日の経営のおかげでほとんど目立ちません。今回は惚れ線を目立たなくするために、私が大切にしている経営方法をご紹介します。まずは何よりも大事なのが姿勢です。しっかり胸を張って、頭のてっぺんから引っ張られるイメージをしましょう。肩を回して力を抜き、肩甲骨をしっかり寄せて下げて、姿勢を整えていきます。自分のペースでもう少し回していきましょう。顔のリンパの流れを促す効果もあります。次は側頭筋です。側頭筋は惚れ線と深い関係があります。指の腹を側頭部に当てて小さな円を描くように筋肉を頭蓋骨からずらしていきます。頭頂部に向かって動かしていきましょう。では再び生え際に戻り、もう一度下から上へ数回繰り返していきましょう。側頭筋が硬くなると顔全体や頬を引き上げる力が弱まり、惚れ線や顔のたるみが目立ちやすくなります。次はさらにリフトアップさせていきます。指を髪の中に入れて髪をつかみ、痛くない程度に上に引っ張ります。鏡でチェックしてみましょう。顔が全体引き上がり、惚れ線が少しでも伸びているのを実感してみてください。一度髪を離して場所を変えながら数回繰り返してみましょう。頭皮全体を動かしてさらにリフトアップを目指していきます。次は惚れ線と深い関係がある呼吸をほぐしていきます。まずは2本の指を耳の前に当てて歯をぎゅっと噛みしめます。硬くなったところに手のひらの下の部分を当てて頭を少し下げます。肘はテーブルにつけても大丈夫です。硬い筋肉を感じながら小さな円を描くように手を動かし、全体的にほぐしていきます。小骨の下からエラのあたりまで丁寧にほぐしていきましょう。頬を触らないように気をつけてください。呼吸のほぐし方はいろいろありますが、私はこの方法が一番好きです。呼吸ほぐしは惚れ線やたるみの予防に欠かせないケアです。それではもう少しだけほぐしてあげましょう。次の惚れ線の原因は鼻の横の筋肉のこりです。まずはここを滑りやすい状態を作ります。
指の腹を使って8の字を描くように指を滑らせながらほぐしていきます。さらに小鼻の横も円を描くように丁寧にほぐしていきましょう。次はさらに骨にアプローチしていきます。手のひらの下の部分を鼻の横に当てて、肘をテーブルについて頭を下げて、口を少し開きます。そのまま手で骨を外側に広げるようなイメージでゆっくり圧をかけていきます。首の後ろや肩リラックス、そのままもう少しキープをします。次はほれ線の始まりの部分に人差し指を当てます。先ほどと同じように頭の重さを利用しながら鼻の横の氷を丁寧にほぐしていきます。ほれ線が開くように鏡でチェックしながら行いましょう。それではあと少しキープします。このエクササイズの後はいつもほれ線が薄くなっているのを実感しています。皆さんもぜひ鏡でチェックしてみてください。次はほれ線に効くツボをしていきます。まずは小鼻の横、ゲイコというツボです。息を吸って吐きながら頭を指に預きます。頭を起こしてもう一度息を吸ってゆっくり吐きながら頭の重さを利用してまた指に預きます。今度は黒目の真下、鼻の横、小骨の下にある香料というツボです。では先ほどと同じようにツボを見つけて息を吸って吐きながら頭を指に預きます。頭を起こしてもう一度行います。あまり強い痛みが出ないように気をつけて行いましょう。次のツボは筋量です。これは目尻の真下、小骨の下にあります。親指を使って押していきましょう。先ほどと同じように頭の重さを利用して押していきます。顔の血流も良くなります。あと1回押していきましょう。ほれ線の原因になるこりをほぐした後はこの部分の筋肉を強化していきます。ほれ線がよりにくくなるように下を上の歯茎に置きます。さらに指でほれ線の部分を軽く押さえます。そこから笑顔を作るように小骨を斜め上にスライドさせます。指は離しても大丈夫です。小骨を意識しながらゆっくり斜め上に引き上げていきましょう。大きく動かさなくても大丈夫です。ほれ線のあたりの筋肉に力が入っているのを感じられれば正解です。ほれ線が寄らないようにこめかみのあたりを軽く引き上げながら行っても大丈夫です。
まずはこのケアを毎日続けてみて、効果を時間できたら週に2、3回続けていくのがおすすめです。それでは最後に少し顔の力を抜いていきましょう。あと1回。今回は私がほうれい線予防のために行っている基本のケアをご紹介しました。よければぜひ感想も聞かせてください。今日も一緒にケアしていただきありがとうございます。ぜひコメントやグッドボタン、ハイプもよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。パカパカ。